の改造の基板、もう一回挑戦。微妙な位置バランスが変わっちゃったみたい。イベントには遊びに来てね。ジューシー。この基板だけクリアカバーに守る。顔に寄せたい欲求でちょっと鱗っぽくも見える。さらにオレオもつなぐとか。くっついたくっついた。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回これを作りました。これのいろんなところにコードを這わせるかどうかっていう話をしてたんだけど、まずこれは置いといて、こっち仕上げていきましょう。ビヨンドライバーのご地蔵解析装置ということで作ったんですけど、解析装置じゃなくてなんか攻撃用とかね、出力用アイテムじゃないかっていう風に思ったので、まあそんな感じで改造を進めていきます。チャンネル登録まだの方今すぐポチッと、そしてグッドボタンもお願いします。で、これ通常はこの横型で使うんだけど、思い切って縦にします。ここがやっぱ口に見えて、そして目っぽいっていうので、顔に寄せたいなというもう僕の欲求です。ここガラスせっかく割ったんだけど、こんなに出てる必要ないよなって、なんかこれを口だと捉えるならば、なんかボコーンって口の中に無理やりなんか突っ込まれてるような感じでね、ちょっと気持ち悪いなと思うので、これを外したいと思います。そんな綺麗に外れるかどうかわからないけど、分解します。あ、ここ、分解の時こう裏返してやんねんけど、ここが割れてるから全然安定しないな。そっか、こういう弊害あるか。まあまあいいや、行こう。ビス溝が潰れて空回り？なんでこんな全部空回りすんの？なんかすごい3箇所も空回りすんねんけど、そんな昔のやつじゃないよな。外せるとこ外す。いやーあかんわ、もうネジ潰れちゃってる。だからまあグルーガンで止めるとして、ハンダゴテで熱してギャッと取る。ハンダゴテンギュー。こうやるとビスが温まって、ジュワーっとプラスチックが溶けていくんですよね。だから当然ビス穴は死ぬんだけど、ビスは抜けると。背面パーツがビスを突き破るってことね。よっしゃー、取れたー。やった。この辺も取らなあかんのか。これが人型になってんのね。で、このウォズの側と合わさってっていうことで。なるほどなるほど。これで投影されんのね。これ切っちゃおう。ウォズくんの形になってたのを切って四角くします。このビス、これを外せば、外せるとこ全部外してみます。側だけ。取れた取れた。これ鏡こうなってんのね。今外すとこうなってました。で、この鏡を、こう斜めになってるんだけど、こうやって。これを活かしとくためには、このパーツいるのかも。鏡を支える役割があったんやね。そうか、最低限いるのか。これつまりね、鏡を支えなあかんから、鏡が前に出てる分、黒いぼっこりも前に出てしまうっていうことなんよね。だから、鏡を短くすれば、そんなにぼっこり出さなくていいんじゃねってことで、鏡思い切って切ってみます。定規当ててカッターそんな力入れずに何回も何回も同じとこに当てて引いていくんです。そうするとだんだん線が深くなっていって、綺麗にパキッと見事に鏡切れました。これ本当の鏡じゃなくてプラスチックの簡易的な鏡やからね。本当の鏡でやるなよみんな。ここグルーガンで止めちゃおう。この列にこうブリブリっと引いて、違う、逆、こっちこうです。これで鏡自体はもうくっついた。鏡の高さ問題は解決したので、こっからぼっこりをはめるだけと思ったんだけど、鏡とぼっこりの微妙な位置バランスが変わっちゃったみたいで、バラバラにパーツ分けしてます。これでパーツごとにこうやってほらここをわっとこう覆えればいいから、こういうことでいいんですよ。ほら。で、壊れたボロボロ感も出るしね。4枚のパーツで囲ってそれっぽくしました。ガラスをはめるとなると、こんなんなんだけど、ここを口にするつもりなので、口の中なんか痛そうやなっていうのもあって、はめるかどうかはわからない。一旦置いときます。はい、戻りました。ちょっと鏡の中がね、歪んでるんだけど、斜めになってるよね。でもこれはこれでいいかなと思います。歪みも大事な要素と捉えて。今週金曜日のワークショップがまだ枠空いてるで、みんな予約頼むで。予約フォームは動画概要欄に記載してあります。土日はもうパンパンに埋まってるけど、イベントには遊びに来てね。改造品いくつか展示しとくから。さあ、口の中のこの黒いのが奥に少しもう一回行こうか。さあ、口の中のこの黒いのが奥に少し引っ込んだところで、今度はミニ変身ベルトガグお子ちゃま用のね、前回の動画で買ったけど全然ダメでしたって言うたやつ、これをもう一回挑戦。ここにこういう風につけたい。これで、よし、ちょっとここ溶かそうか。ハンダゴティングー。ここをね、若干平らにします。というか柔らかくしてビチャッといきたい。で、ビチャッと。それで形だけ合わせといて、グルーガンで、はい。ここがやっぱぼっこりしすぎてると思うので削っちゃおうか。ジューシー。よし、痛い。はい、すっきりしましたね。で、これをここに、どうですか？悪くないって感じかな。これちょっと上にずらすと、
割といいかもね。まあこれでこの下全部真っ黒で塗れば、きっとこれが強調されると思う。多分ね。今んとここんな感じです。この目のパーツね。まあこれなんだけど、これ入れ忘れて組んじゃったから、目が空洞になってるんだけど、これはこれでいいかなと思うんだけど、なんかやっぱ目のパーツ入れたいよね。ちょっと後で考えよう。で、ここまで行ったところで、はい、こっちに戻りまして、ほい、コードつけていこう。基板と線を漁っていると、コードじゃないけど、こんなんありました。当然のモジュールセット。これの中からもなんかつけられたらいいね。で、コード類はここにたっぷりあります。この辺の透明パーツも一応出しとこうか。はい。今までの改造の基板がこんな大量にありましてね。この中から面白そうな線をつければいいかな。いいですね。これ最高。これつけよう。いろんなコメントいただきまして、言っちゃうとバラバラでした。なので、やっぱこれはもう自分を信じて、僕の好きなようにつけてったらいいんだなという風に解釈しました。コメントいつもありがとうね。で、コード類はもう地道につけていくしかないので、例えばでこれ一つつけたいと思います。こんな風につけるんだよっていうのね。例えばここに一本つけたいなとしますね。まあ、例えばというかつけるんだけど、その場合、ここに少し穴を開ける。で、ここにグルーガンちょっと入れて、これを突っ込む。少し入り込みました。これ束になってても1本でも一緒です。今度はこっち。まあ、スイッチのこの辺につけるとしまして、ここに穴を開ける。グンっていくのもいいし、ちょっとこうやってたるませるっていうのもいいけど、僕はたるんでるの好きなので、体がやかましだ。まずここグルーガンつけて、突っ込むと。はい、こんな感じでコードつきました。あと1本ぐらいいっとくか。こういうね、まあネットでまとめていっぱい買うのもいいし、100均行くとこういうの売ってるので、これでもいいと思います。コードが変わってもやり方同じ。ゴティングで穴開けてグルーガン塗って線を刺す。そしてこのコードがどこに行ってんのかなっていうのを自分の想像で突き止めてから、そこにもゴティングで穴開けてグルーガン塗って突き刺すと。もうほんとこれの繰り返し。はい、こんな感じ。で、同じ要領でどんどん増やしてったのが、はい、こんな感じで色々くっつきました。基板とコードね、それぞれ這わせています。どうでしょうか。まあ、こんな基板むき出しで作るなんてことはまずありえないことなんだけど、ここはファンタジーってことでね、基板設置してますが、この基板だけ一応クリアカバーに守られてるというね、横はでもこう傷いってて、なんかあったんだろうなっていう感じ。これがやっぱ重要パーツらしいので、色々コードを繋がってますね。まあ本当のこと言うと、重要パーツでむき出しのコードはありえないんだけど、ファンタジー全振りしてます。まあリアリティを追求するもよし、そしてこうやって雰囲気重視でいくもよしっていうね。まあそれは改造する人の好みかな。はい。よかったらこの手法を真似してみてください。じゃあ次このガシャット。いや、これもね、いろんなアイデアのコメントいただいてました。ありがとう。で、やっぱりこっちに雰囲気をある程度合わせつつ、こっちの色味とは少し違うんだよっていうのを見せた方がいいかなと思うので、闇菓子塗装というか大理石塗装してみようか。塗装ブース行こう。まず全体を真っ黒にしていきます。で、目の部分だけ残そうと思ったんだけど、無駄な抵抗でした。マスキングはしません。ごちそうを捕まえるアームも全部真っ黒にします。続いて大理石塗装の要、100均の安いウェットティッシュ。これ引っ張ると網目が伸びるんですよ。で、あんまり穴開けすぎてもダメなんだけど、まあ大体僕はこんな感じかなーっていうので、いいとこでとどめといて、塗りたいものにファサッとかぶせる。で、ティッシュがあんまりたるまないように裏からちゃんと引っ張った状態で、全体に拭くんじゃなくて部分部分で拭いていきます。なんとなくバランス見ながら。まあこれも好みですね。で、ティッシュを取るとほら、綺麗でしょ。こんな簡単に綺麗にできるんですね。これが大理石塗装です。ちょっと鱗っぽくも見えるね、ドラゴンやから。なかなかいいバランスでできたんじゃないでしょうか。で、反対側も同じ感じで部分的に拭いていきます。反対側だけ一箇所に集中っていうのでもかっこよかったかもね。まあ今回こんな感じにしました。で、例えばこの鼻の上がちょっと足りないなって思ったら、またファサッとかぶせてチャーっと軽く。で、剥がすとほら、もう綺麗でしょ。すごい簡単にできるんです。ここももうちょっと増やそうかなってなったらまたティッシュで覆ってシャッと拭く。ほら、綺麗でしょ。もうね、すごいカジュアルに考えていいと思いますよ。この大理石塗装は。全然ハードル高くないから。やってみて。次回これを完成まで持っていきたい。この部分は目にするのか、それとも違う解釈でチューブ突っ込んでなんかビヨーンってどっかと接続させるか。牙は生やしていくのか、ごちそうの色は赤か紫か黒か。ゾイドワイルドのパーツいっぱい貼り付けてトゲトゲのビターガム的な感じもかっこいいよね。いや、もう決めかねるわ。みんなどうしていきたい今日できたこれと連結させたら面白いんじゃないっていうコメントもいただいてるので、それ素晴らしいよね。さらにオレオもつなぐとかね。いや、面白いアイデアいっぱいもらってるから全部形にしたいけど、どこまでいけるかな。ほんで、このシリーズ何回続くねん。7回 ?8 回今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ。これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。